読みます。せっかく。1、せっかく勉強しなかったのに試験に合格できた。ここ、すいません。また私の顔があって見えなかったらすいません。試験に合格できたです。合格できた。見えていたらいいんですけどね。すいません。切れていたらごめんなさい。できたです。2、せっかく今日漫画を読もうと思っていたのに、母に捨てられていた。3、今から行ってもせっかく間に合わないだろう。4、姉は結婚に興味がないので、これからもせっかく結婚しないだろう。はい。はい、せっかくは、せっかく何々したのに一緒に使います。せっかくしたのに、うーん、この顔。残念。残念はどれ？残念は、そう。というのは、そうそうそう。2番ですね。2番です。そうそうそう。多分できたと思います。せっかく今日漫画を読もうと思っていたのに、漫画買った。1週間前に漫画買った。よし、でもちょっと忙しくて漫画読む時間がないな。よし、でも今日は時間がある。土曜日、時間がある。よし、見よう。読もう。読もうと思って。漫画、どこ部屋の中を探しました。あれない。ないな。ねえねえ、お母さん、あの漫画どこにあるか知ってる？あれ捨てたよ。えなんでどうして？もう漫画ばっかり読んで勉強しないからだよ。いつも漫画読んでるでしょ？お母さん、あの漫画捨てたの？せっかく、せっかく今日読もうと思ったのに、せっかくお金を貯めて、やっと買ったのに、あの漫画結構高かった。捨てたの？今日読みたかったのに、どうして捨てたの？せっかく今日は時間があったし、読みたかったの。それです。せっかくです。こうやって使います。残念ですね。なんか、こう、まず、せっかく漫画を読もうと思っていたのに、母に捨てられていた。られていた。受け身形です。パッシブです。パッシブ、バーブですね。フォームです。捨てられました。私が捨てました。ぽい、ゴミです。じゃなくて、お母さんが捨てます。ゴミです。これ。ダメ。読んではダメ。これです。はい。で、今日読みたかったのに、どうして、どうしてお母さんね、読もうと思っていたのに、たのにね、ここね、他形でよく使いやすいです。何々したのに。内形じゃなくて、何々していたのにでよく使ってください。こっちよく見ると、せっかく勉強しなかったのになかった。内形ですよね。内形とせっかくはね、あんまり使わないですね。ちょっと意味が変になることが多いです。はい。何々しようと思ったのに、しようと思った、したい。よし、しよう。読もう。とかね。思ったのにです。これです。だから例がこれです。せっかく漢字を覚えたのに、テストに出なかった。どうしてってね。この漢字、ね、本で。もうちょっともうテストすぐそろそろだから大変だけど、合格したいから、ね、この漢字難しいけどたくさん書いて、たくさん時間を使って覚えたのに、どうしてこのテストに出ない？時間がもったいなかった。別の問題が出た。ね、なんで？それそれ。だから、せっかくの使い方は、何か大変なことを時間を使ってした。それです。はい。で、これね、時間使ってないけど、高い漫画を買ったとかね、何かやっぱり大変なことをしようと思ったでもいいです。したのにできない。
それができないっていう時によく使います。せっかく何々したのに。ね。それです。はい。そうそう。で、他はですね、さっき違うんですね。せっかく勉強しなかったのに、試験に合格できた。合格できたんですか？あこれね、せっかく勉強したのに、せっかく勉強したのに、合格できなかった。だったらいいです。しました。時間使ってしたけど、合格できない。だったら OK なんですけど、もうこれもう全然違います。一番は。もう変です。はい。せっかく勉強したのに、じゃなくて、大して勉強しなかったのに、意味はあまり勉強しなかったのに、あんまり勉強しなかったんです。ああ、テストあるけど、まあいいや。あんまりしなくてもいいや。合格しなくてもいいや。ああ、しないしない。だった。しなかったんです。でも、試験に合格しました。OK です。あなた合格です。よかったですね。あれ合格した。あれ勉強しなかったんだけどな。そういうのです。それ。そういう時に対してって言うんですね。これ、大きいと書いて、題してじゃなくて、対して、うん、対と書きます。はい、で、3番。今から言っても、今から言っても、これから言っても、どうせ間に合わない。それです。どうせと言います。どうせ間に合わないだろう。どうせと何々だろう。一緒に使います。よく使います。どうせはね、何をしても意味がないだろう、ね。そういう時によく使います。やっても意味がない。ダメだ。だから例えば今から勉強してもどうせ無理だろうとか、どうせできないだろうとか、ちょっと悪いことにここ来ますね。どうせできないとか。はい。ダイエットしても、どうせうまくいかないだろうとか、どうせ失敗するだろうとか、それです。どうせっていうんですね。面白いですね。これも N2 です。はい。4番。姉は結婚に興味がない。興味は、結婚したい、結婚したい、結婚したいですね。それじゃないですね。私結婚しなくていい。別にいい。興味ない。興味、interest ですね。興味ない。だから、これからもおそらく、きっと結婚しないだろう。結婚しないと思います。それです。結婚しないでしょう。です。おそらく使いましょう。おそらくきっと意味一緒です。で、おそらくというのはちょっとね、硬い言い方です。難しい言い方です。おそらく何々でしょう。おそらく何々だろう。よく使います。おそらく何々だろう。おそらく何々でしょう。多分とかきっとの意味です。おそらく。はい。でした。はい。ね。これですね。みんなもぜひ使ってね。せっかく何々したのに。ね。今日のような問題はいつも JLPT に出ます。もっと練習したい人はこのビデオを見てください。ビデオのリンクをディスクリプションに書いておきます。私教えています。読解です。リーディングです。困っている人もしいたら、ぜひ私のビデオレッスンを使ってください。はい、このビデオレッスン前からありまして、とても人気です。皆さんが見てで実際にこれを見て合格できたという人が多いです。たくさんメールをもらってます。はい、ですので、一人でね困ってる人N2 読解難しいですから、N3 の時とは違いますからね、とても難しくなってます。だから一人でわーなんかできないなどうしようと困ってる人はぜひまずこのビデオレッスン使ってください。このビデオレッスンは YouTube で見ることができません。できません。はい、私のオンラインレッスンだけで見ることができるものです。はい、ですのでコースに入ってください。3つあります。ビデオレッスンは大きく3つあります。中文、長文、短文あります。ぜひまず中文から入るのがいいかもしれないですね。ここだと中文をどうやって読めばいいかということを教えてます。そして
合格するためにどういう勉強をすればいいですかということも話してます。はい、1時間、はい、このビデオの中ではその合格の方法、テストまで何の勉強すればいいですかと、テストの時間、本当の試験の時にどうやってやると合格しやすくなりますよというのを話しています。はい、だから、試験までもうあと1ヶ月とちょっと時間ですね。まだ時間あります。はい、でそれまでの時間をどうやって練習をするか、何の練習するか、それであなたが合格するかダメか決まります。今の時間はとても大事です。きっと皆さん練習してます。だけど勉強の方法が違うと無理です。合格しません。はい、残念ですがそんなに簡単な試験ではないです。はい、ですので、どうすれば、何をすれば、この残りの時間、テストまでの時間、何を準備すればいいか、何の練習たくさんしておくといいのかというのを知る必要あります。一人でやってる人はそれが分かってないです。はい、ですのでぜひね、まずこの最初のこの中文のコースがいいと思います。ここでそれを知ることできますから、これまず見て、でこの中でも練習して、そして自分の持っている本でも練習します。もちろんです。こうやってこの本は使えばいいんですねと分かります。だからぜひこれまず見てみてください。おすすめです。で、よく皆さんは中文からまず入って次に長文に入りますね。そして最後短文に入るという人多いです。で、私もそれがいいと思ってます。はい、やっぱり中文もねN3 の時と全然違いますね。難しくなっていますからわからないということ多いと思います。だからこれ見ると、中文もこうやってやるといいんだってわかりますよ。ぜひぜひ見てみてください。皆さんの勉強の助けになるはずです。で、ビデオレッスンは本当にいいところがたくさんあります。特に3つ。1つはいつでも見られます。皆さん時間いい時。そして何回でも見られます。リピートできます。ビデオですから自分で戻して見れますね。そして、本を買わなくていいんです。このビデオレッスン。私のコースで練習問題します。で、その問題は皆さんに PDF で見せますから、本を買わなくていいです。はい、ですのでまずあまり心配しすぎないで、中文のやり方、これに入るのがきっといいと思います。ぜひね、使ってください。そして N1 のコースも同じようにあります。ビデオレッスン、中文、長文、短文ありますので、ここもやっぱり中文のところで合格の方法を説明してます。1時間しっかり説明してますから、まずここから入ってほしいです。はい、そしてですね、実は私 Zoom の授業もしてます。Zoom を使って、皆さんと勉強してます。Zoom 知ってますね。Zoom は YouTube と違います。皆さんとその時間にこんにちは元気ですかと話しながらこう勉強するです。それですね、ビジネス日本語というコースがあります。はい、今 N2 を勉強している人は十分入ることできます。レベルがちょうどいいと思いますので、もしよかったら来てください。毎週日曜日の19時からしています。日本時間です。はい、これは敬語、会社での敬語、話し方とメール、ビジネスメールの書き方を勉強しています。毎週します。この2つですね、もちろん敬語知ること大事ですし、メールの書き方知ること大事だし、あともう一個、日本人の考え方、文化、そういうの、これわからないと敬語も上手に使えないんですね。日本人はこうやって考えるからここでこの日本語を使うんだ、この言い方しないと私の話したことはとても良くない、なんかあなた外国人だねって思われてしまう。私敬語正しく使ったのにどうしてなんかすごく嫌な顔してるとなっちゃうんですね。コミュニケーションがうまくいかない。
ですので、そういう日本人の考え方、皆さんの国の人とやっぱり違います。特にビジネスでの仕事の考え方は本当に日本はユニークです。独特です。はい。ですのでそういうこともしっかり勉強できますので、とても面白いし、興味深いと思います本当に。ですのでぜひね来てみてください。こういうこと勉強できるところ少ないはずですのでね、待ってます。じゃあ今のビデオレッスンとか、すいません、ズームレッスンですね。ズームレッスンとかビデオレッスン、リーディングのビデオレッスン、読解のビデオレッスン入りたいなという人、ぜひここから申し込んでください。モッシュ .jp というところから申し込みができます。このリンクは今日のビデオの下ディスクリプションに書いてありますので、そこをクリックで、ホームページにジャンプ、そして申し込みしてください。はい、待ってます。じゃあこういう連絡を私の Twitter からもしています。はい、Learning Japanese 日本語クラスです。ぜひフォローしてください。いろんな情報を皆さんに出していますので、ぜひ Twitter 使ってください。じゃあ皆さん、読解も簡単ではないですねが、一人で困ってる人、特にコースビデオレッスン使ってください。 YouTube じゃ見られませんからね。はい、申し込んでくださいね。お待ちしてます。今日もありがとうございます。